どうも、ワンピースの謎解く仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2021年49号、ワンピース最新話、1031話、科学の戦士を考察していきます。この1031話は、アメージングなつながりと、後半はいつものワンピースより重たい回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミッカーの人は大いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1031話のスタートは前回に引き続き鉄骨に潰されたビッグマム。ここでローはキッドに直々の実の覚醒の時期の付与の磁力はどのくらい持つのか尋ねますが、キッドは手の内をローに全て明かしません。これが1031話の話数の語呂合わせ一つ目、潜在。潜在でしょう。潜在とは内に秘めた能力のことです。この潜在は1031話を表す重要な語呂合わせにもなっています。ここでビッグマムは怒りに満ちて立ち上がります。ビッグマムはここで他者の魂を奪うソルソロの実の技、ソウルフォーカス、ライフオアオシルコを発動。つまり寿命を渡すかオシルコを渡せと周りの百獣海賊団たちに迫ります。これが1031話の話数の語呂合わせ2つ目、全在。全在でしょう。全在とは汁気がない団子と小豆の甘煮で、お汁粉とは汁気がある団子と小豆の甘煮です。全在とお汁粉です。これは後に面白いつながりに発展します。気力が弱い人間はこの技でビッグマムに寿命、魂を奪われます。奪った魂を周りの鉄骨や3体のホーミーズに渡して、下僕たちが魂を搭載してパワーアップしました。これが1031話の話数の語呂合わせ3つ目、搭載。搭載でしょう。搭載とは機械に組み込むまたは物を積み込むことです。ここで鉄の剣ナポレオンや周りの鉄骨はビッグマムにはもうくっついていませんから、どうやらキッドの磁力は一時的なものだったのでしょう。すでにビッグマムは磁石化していません。しかしキッドが再び体力を戻せば、またビッグマムに与えた磁力が復活するのでしょうか。前回磁石化したビッグマムに鬼ヶ島の爆弾がくっつくと考えましたが、この展開はどうやら可能性が低そうです。さらにビッグマムはここでなんと自分の寿命1年分を取り出して、それを食べて巨大化しました。ビッグマムはこの方法でないと自分を強くできないと言います。これが1031話の話数の語呂合わせ3つ目、慰霊祭。慰霊祭でしょう。慰霊祭とは死者の魂を慰める祭儀ですが、ここでは自分で自分の魂を慰めています。そして1年半前から言ってるように、鬼ヶ島編はスリラーバーグ編と表裏一体ですから、巨大化したビッグマムは巨大化したモリアと表裏一体でしょう。追い詰められたモリアは自ら生み出した影を集めて自分の体内に取り込んで巨大化しましたが、追い詰められたビッグマムは逆に自ら生み出した自分の魂を自分の体内に取り込んで巨大化しました。モリアは巨大化したことで自爆しましたが、ビッグマムも巨大化したことで自爆するのでしょうか。ツイッターでは先週、ビッグマム攻略法としてローがビッグマムの爪をオペオペで自分の指に移植すれば人間ビブルカードが誕生し、ローがホーミーズたちを無効化できると考えましたが、どうでしょうか。さらにこの1031話は魂と心の話です。この魂と心の話はスリラーバーグ編に登場した天才外科医ホグバックに生み出された心がないゾンビシンドリーちゃんとリンクするようです。シンドリーちゃんは生前国中の男を魅了した舞台女優でしたが、舞台から転落して亡くなり、その死体をホグバックがゾンビ化しました。そんなシンドリーちゃんにチョッパーは、一緒に生まれて育った心はもう死んでるのに体だけは人の言いなりに動かされるって一体なんだ。動いたらそれでいいのか。人間ならもっと自由だ。チョッパーの魂の叫びを聞いた心がないゾンビシンドリーちゃんはホグバックの命令は聞かずにニコッと笑いました。この話が展開されたのは469話、話数の語呂合わせは0を前につけておしるこ。おしるこです。ルを表す数字はないので、中国語で竜と読む6に代入、9は9つなので子です。つまり1031は全在と469はおしるこがつながりました。全在とおしるこです。アメージングですね。さらにこのシンドリーちゃんの魂と心の話は後半に登場するサンジにもかかっています。本編に戻りましょう。久しぶりに血を流して本気になるビッグマム。奪ってみやがれ、四皇の座をよとローとキッドに凄みます。ここでローはこんな怪物を倒さねえと歴史の勉強ができないと言っていますから、やはりローの目的は D の謎の解明のようです。場面は変わって岩戸の間のアプーとドレイク。どうやらドレイクはアプーとは同盟を組まずルフィへの義理を優先したようです。先週僕は逆張りをしてアプーとドレイクは手を組んでしまうのではないかと考えましたが、ここはドレイクが男を見せました。
そしてアプーの音攻撃を見切っているドレイク。ここでなんと岩戸の間にヤマトが侵入。これを見たアプーはドレイクは使えないと踏んでヤマトに手を組もうとくら替えします。これが1031話の話数の語呂合わせ4つ目、点在。点在でしょう。点在とはあちこちに散らばって存在することです。あちこちと寄生する姑息なアプー。ここでなぜかナンバーズのフーガだけがヤマトに反応してヤマトを追いかけます。何かフーガとヤマトには因縁があるのでしょうか。それともヤマトの横乳に興奮したのでしょうか。残ったインビとザンギについてこいとアプーが声をかけますが、インビとザンギはあまり言うことを聞かなそうな表情。むしろこのインビとザンギはアプーのリスクなのかもしれません。場面は変わって場内2階のロビンとブルック。やはりロビンは CP0 に身柄を狙われているようです。これが1031話の話数の語呂合わせ5つ目、重罪。重罪でしょう。ロビンは世界で唯一ポーネグリフを解読できる重罪人です。そしてロビンは CP0 の中でもマスクをつけている男は別格だと言います。でもほとんどの CP0 はマスクをつけてるじゃんと心の中で突っ込みつつ、 CP0 でマスクといえばとりあえずロブルッチはマスクをつけていましたから別格のようです。核とシュトゥーシーは一段階下でしょうか。ブルックは鬼ヶ島ではまださほど活躍していませんから、ここで本気を出してロビンを守ってほしいところですが、ここで考えたいのは9ヶ月前に考えた魚人島先取り説です。これは魚人島は新世界の展開を先取りしていると考える理論で、ここまでほぼ全てが当てはまっています。ここからロビンの展開を考えると、魚人島編の最後にロビンはジョイボーイのポーネグリフや古代兵器ポセイドンの正体が白星だと突き止めていますから、ワノ国の終わりでもロビンは同じようにロードポーネグリフはもちろん古代兵器関連にも迫っていくと予想できます。そして魚人島でロビンは花々の分身でハモンドを関節技で仕留めましたが、これはブラックマリアを巨大な悪魔の分身で関節技で仕留めたこととリンクしているでしょう。つまりロビンは分身ができます。ロビンは必ずワノ国の終わりでロードポーネグリフに迫ると考えますから、 CP0 には捕まらないと考えます。しかし CP0 はなかなか手強そうです。そこで考えられるのはロビンの分身が捕まるパターンです。これはオロチ城に潜入した際もロビンは分身で助かっていました。本編に話を戻しましょう。場面は変わって遊郭に迷い込んだサンジですが、何やら遊郭の女性たちが何やってんだよとサンジに怒っています。サンジは何もやっていないと言いますが、そこには若い女性が血を流しながら怯えています。まさかあのサンジがついに女の子を傷つけたとでも言うのでしょうか。確かに考え事をしていたというサンジ。ここでサンジはジェルマの料理人コゼットを殴って笑っていた兄弟たちを思い出します。これが1031話の話数の語呂合わせ6つ目、同罪。同罪でしょう。忌み嫌った兄弟たちと同じように自分も心まで失ってしまったのかと苦悩するサンジ。ここでサンジのぐるま湯がなんと兄弟たちと同じ方向の逆回転になっています。これは作画ミスなのか、それともサンジの体の変化を表しているのか、どちらなのかわかりませんが、これも1031話の話数の語呂合わせ重罪です。ミスター騎士道ことサンジのポリシーは、たとえ死んでも女は蹴らん。これは恩師ゼフに叩き込まれた教えであり、842話でゼフは男は女を蹴っちゃならねえ、そんなことは恐竜の時代から決まってんだと言っていました。そんな苦悩するサンジの前にクイーンが恐竜の姿で登場。この辺は皮肉が効いていますが、待った、サンジは本当に女の子を蹴ったのでしょうか。事件現場は鬼ヶ島の遊郭です。この遊郭でブラックマリアはアーレイトラップとゲンムというどちらも心を乱す術を使っていました。つまりサンジは再び術にはめられた可能性はないでしょうか。しかしブラックマリアはすでにロビンに再起不能にされています。やはりサンジは女性を蹴ってしまったのか。いや、異議あり。待ってください。ブラックマリア軍団にはまだ倒されていない人物がいます。おそらくアーレイトラップを仕掛けたサラヘビ先生とおはぐろの男はまだ倒されていません。この二人が幻覚を見せた可能性がかすかにないでしょうか。いずれにせよサンジは落ち込み自問自答します。女に手を出せない頼りない自分と冷酷で無表情だけど化け物でも倒せる科学の戦士、どちらが海賊王になるルフィに必要なのか。心をなくした人形になってしまう恐怖に襲われるサンジ。この辺りはスリラーバークの心をなくしたゾンビ人形シンドラーちゃんを想起させます。これが1031話の話数の語呂合わせ7つ目、女性。女性でしょう。背を表す数字はないので3を作業と捉えて代入です。女性とは力を添えて人を支えることです。これは1031話のカラー扉絵でゾロやマルコ、キングら各海賊団のナンバー2が勢揃いしていますから、
こちらの扉への語呂合わせも女性でしょう。また、ワンピース公式ツイッターでは、今回の扉への制作過程がわかる動画が公開されていますが、そこでボツになった構図には、黒ひげ海賊団スケスケの実のシリュウとゾロが今後戦いそうな構図が描かれていました。シリュウは透明ですから、ゾロは今後心の目、つまり心眼を体得しないとシリュウには勝てなそうです。脱線しましたが本編に戻りましょう。ここでサンジは腹決めたよとジェルマの変身スーツを取り出しました。これが1031話の話数の語呂合わせ8つ目、Decide。 Decide でしょう。Decide とは決心をするという意味です。ジェルマのスーツ感に喜ぶクイーンですが、サンジは地面に叩きつけて、きっとこいつを着たせいで俺の体にもともとあった科学が目覚めたんだろうと言います。これが1031話の話数の語呂合わせ9つ目、天才。天才でしょう。この天才の語呂合わせは2ヶ月前、海外のアニメ系 YouTuber 小原さんにインタビューしてもらった際に、1031話は天才の語呂合わせが成立するので天才ベガパンクの話になるかもしれないと予想を出しましたが、この予想は外れました。ベガパンクを期待していた方はすいません。語呂合わせの理論は10年間研究した結果、絶対的だと個人的には考えていますが、そこから導いたキーワードがどのように展開されるか読み解くのはとても難しいです。とにかく1031話の語呂合わせ天才とは、サンジの中に眠っていた天性の才能、生まれつき備わった科学の力を表した語呂合わせでした。できるなら目覚めたくなかったサンジに備わっている天性の才能を、ここでサンジはジェルマのスーツ感を破壊しました。さらばジェルマ、さらば女優、ステルスブラックことおそばマスクにお別れです。これが1031話の話数の語呂合わせ10個目、デザイア。デザイアでしょう。デザイアとは性的な欲望という意味ですから、女湯を覗きたいサンジの夢です。スリラーバークでスケスケの実のアブサロムに出会ったサンジは、スケスケの実で女湯を覗くことが夢だったと語り、アブサロムに嫉妬して八つ当たりして発火していました。夢を捨てたサンジはここでなぜかでんでん虫を鳴らします。これが1031話の話数の語呂合わせ11個目、テルミー。テルミーでしょうか。でんでん虫の相手はゾロ。サンジはゾロに、この戦いが終わって自分が正気じゃなかったらお前が俺を殺せと言い、ゾロは分かった、お前は俺がきっちり殺してやる、だったらてめえそれまで死ぬなよと男の友情に胸熱です。これで吹っ切れたサンジはクイーンの前から姿を消しました。一瞬の出来事に困惑するクイーン。サンジは宙に浮いて全身を発火させ、クイーンにエルメモリーズを叩きつけました。これは先々週と考えた考察の通りでした。こちらです。ちなみにゾンビといえばサンジが発火しまくっていたスリラーバーグを思い出します。サンジは463話で怒りで爆発もしていましたから、クイーンを倒す技は爆発技、もしくは1028話ではジェルマ時代を思い出していますから、魚人島で見せたヘルメモリーズを放つかもしれません。どうやらサンジの発火能力は感情によって左右されるようです。そしてさらに考えるなら、サンジはこの1029話で逃亡しましたが、サンジの逃亡といえばカマバッカ王国での逃亡です。カマバッカ王国でサンジは逃げ場を失い空を飛びましたから、クイーンに追われているサンジは逃げ場を失い新しい道、新しい自分を見つけて飛ぶかもしれません。さらにこのヘルメモリーズは魚人島で放ちましたから、魚人島先取り説も成立しています。しかしサンジの鉄の体はジェルマの科学だと判明しましたが、発火能力は未だ謎のままです。やはりこちらで考えたように、サンジのルーツ、ジェルマのルーツは発火する種族ルナーリア族なのでしょうか。僕はこれこそがサンジが持つ本当の天性の才能だと考えます。本編の考察は以上です。ここで考えたいのはルフィとサンジの真逆の表裏一体です。1年半前から何度も考えているルフィとサンジの真逆の表裏一体、その詳細な解説は該当の動画をご確認ください。そして今回サンジに大きな動きがありましたから、このサンジの動きの逆を考えればルフィの今後の動きを予想できそうです。例えばサンジは今回ジェルマのスーツによって硬い鉄の体が内部に発現しました。すると逆にルフィは自らの才能のみで柔らかいゴムの能力を外部に発現させるかもしれません。つまりそれはゴムゴムの実の覚醒でしょう。パラミシア系の悪魔の実が覚醒すると周りに影響を与えると言います。ルフィがゴムゴムを覚醒させれば周囲の岩をゴムに変えてパチンコのように岩をバネにして長弾できるようになるでしょう。またサンジは今回女湯を除くという夢を一つ捨てました。ということは逆にルフィは海賊王の夢を絶対に捨てないでしょう。さらにサンジはおそばマスクを今回捨てましたが、逆にルフィは麦わら帽子を絶対に捨てないでしょう。そばと麦わらです。
さらに今回サンジは天性の才能で発火しましたから、逆にルフィは意図的に発火させるかもしれません。魚人島で放ったゴムゴムのレッドホークを見るに、ルフィはゴムの特性であるガフジュール効果で意図的に発火させていることがわかります。ガフジュール効果とは、ゴムを引っ張ると熱を帯びる現象です。ルフィは自分の腕を思いっきり後ろに引っ張って魚人島で発火させていました。さらにゴムは高温だとよく跳ねると言います。つまり意図的に発火させて高温にした方がゴムは弾力がアップしますから、ルフィは意図的に発火させて全身を高温にした方がスピードとパワーが上がるでしょう。それこそが以前考えた火をまとうギアピフス、夜明けの王、不動明王ルフィだと考えます。この伏線は2つ。金右衛門が配ったハンジへの顔がまるで不動明王ルフィであること、そして1003話でルフィはカイドウのボロブレスは聞かず根性と言い放ち、カイドウを驚かせていました。つまりルフィは炎は効きません。それどころかその後ルフィの動きはさらにアップして、カイドウにキングコングガトリングを叩き込んでいました。続いてはいつものように次号1032話の話数の語呂合わせから展開を予想していきましょう。次号1032話の話数の語呂合わせ予想、一つ目は自殺。自殺というのはどうでしょうか。自殺といえばカイドウの趣味ですが、以前考えたようにヤマトがペルのように爆弾を処理したり、黒住オロチが自暴自棄になったり、様々な自殺のパターンが考えられます。1032話の話数の語呂合わせ予想、二つ目は銃殺。銃殺というのはどうでしょうか。銃殺もいろいろ考えられますが、ここは頭をひねると銃殺ですから、ゴムゴムのレッドホークやレッドロックが飛び出すかもしれません。1032話の話数の語呂合わせ予想、三つ目は洞察。洞察というのはどうでしょうか。洞察とは見抜くことですから、例えばそろそろ雷蔵 VS 福禄寿の戦いにおいて雷蔵が福禄寿の忍術を見抜くかもしれません。1032話の話数の語呂合わせ予想、4つ目はインリミット。インリミットというのはどうでしょうか。インリミットはつまり限界にという意味ですから、当たり前ですが、今度こそ鬼ヶ島崩落の限界に、そして城の火事も限界に近づいているでしょう。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。